皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は G7 サミットについてです。アメリカのトランプ大統領はこの G7 サミットに7カ国だけではなくその他の国々にも参加を呼びかけています。その参加を呼びかけている国の中に韓国があるのですが、このニュースに関しては韓国は非常に日本を批判しています。一体なぜかというと、その G7 サミットに韓国が呼ばれることについて日本が反対表明をしているといった報道が日本や韓国で行われ、それに伴って日本はなんてひどい国だといったようなことを連日ニュースで流しているのです。今回は韓国が日本をどのような言葉を使って批判しているか、ではそもそも G7 サミットに韓国が呼ばれている意味などについて少し解説を行っていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。拡大 G7 への参加反対、日本に恥知らずと批判、韓国大統領府。先進7カ国首脳会議 G7 サミット拡大構想をめぐり、日本が安倍晋三首相の意向を踏まえ、韓国の参加反対をアメリカに伝えたと報じられたことについて、韓国の青瓦台高官は29日、聯合ニュースに対し、隣国に害を与えることに慣れた日本の一貫して反省しない態度にはもう驚きもしないとして、恥知らずと強く批判した。また、国際社会、特に先進国は日本のこうした水準を十分認識しているため、G7 への参加に別に影響はないと思うと強調した。G7 サミットについて菅官房長官の発言がこちらなのですが、韓国とはかなり温度差があります。菅官房長官、G7 枠組み維持が極めて重要、事実関係明言せず。G7 サミット主要7カ国首脳会議をめぐり、日本が韓国の参加に反対する意向をアメリカ側に伝えたと一部で報じられたことについて、菅官房長官は G7 の枠組みを維持することが極めて重要だと強調した上で、事実関係への明言は避けました。G7 サミットをめぐっては、議長国であるアメリカのトランプ大統領が9月以降に延期し、ロシアや韓国なども招待したいという考えを示していますが、韓国の参加について、日本がアメリカ側に反対する意向を伝えたと一部で報じられました。これについて、菅官房長官は午前の記者会見で、開催形式は議長国であるアメリカや G7 各国と議論してきているが、我が国としては G7 の枠組みそのものを維持することが極めて重要だと考えていると強調しました。その上で、最終的にどのような開催形式になるかはアメリカが調整するものだ。それ以上の詳細は外交上のやり取りであり、コメントは控えたいと述べ、事実関係については明言しませんでした。さて、そもそも日本の安倍総理がわざわざ韓国のことについて言及し、それをトランプ大統領に伝えるといったことがあるのでしょうか。私は全くその可能性はないと思います。今回の件で G7 が拡大することについて、日本政府がこれに反対の意向を示すとすれば、それは原因は明らかにロシアの参加です。一体なぜ日本政府がロシアの参加について難色を示すかといえば、それはロシアがウクライナの領地を奪ったからです。現在我々が生きているのは21世紀であり、20世紀でもなければ19世紀でもありません。もはや力による領土の変更などというものを認められる時代ではないのです。そして日本とロシアの間には領土問題があります。それは北方領土問題です。北方領土はまさにロシアがソ連時代に日本から奪ったものであり、それはまさに力ずくで奪ったものです。そういった意味においては、ロシアがウクライナから領土を奪った、そのことについて、まだまだ西側諸国から制裁を受けている段階で、ロシアの G7 への参加というものを認めれば、あたかもロシアの国際政治への復帰というものを認めたかのようになってしまいます。このこと、それ自体が日本政府の方針とも相入れないものなのです。ですから安倍総理がトランプ大統領に何か言うとすれば、それはロシアの参加について文句を言うということでしょう。決して韓国のことについてことさら何かを言及するとはとても思えません。なぜなら今回の参加呼びかけの国々の名前を見てください。例えばロシアにしてもブラジルにしてもインドにしてもオーストラリアにしても、それぞれその地域における大国であり、その地域における影響力は間違いなくあります。一方でその中において韓国の名前だけがなぜ入っているのでしょうか。いわゆる国家の格というものが別に決まっているわけではありませんが、韓国は明らかにその中においても別格、一つ下のランクに位置づけられるような国です。安倍総理がわざわざ韓国が参加することについてあれこれ言うような、そういった存在ではありません。
ではなぜトランプ大統領が韓国を呼びつけるかといえば、それは対中国戦略上においては一体どちらにつくかよくわからない国だから今回は参加させようという意図があるのは明らかです。日本やアメリカにとって非常に重要な対中国戦略ですが、その中においてもどちらにつくか全くよくわからない国というのは当然あります。その代表格の一つが韓国でしょう。韓国の場合はどうかといえば、それは政治的においてすら中国と敵対することを避ける可能性が非常に強くあります。そもそも韓国が中国との仲を考えた場合、常にアメリカと天秤にかけた状態です。在韓米軍はいるものの、その在韓米軍がいる意味というのは、韓国にしてみれば北朝鮮との戦争が終わっていないからという理由付けです。決して中国に向けての軍事力として在韓米軍がいるというのは口が裂けても韓国政府は言わないでしょう。そして経済的に言っても韓国経済というのは中国への依存度というものが非常に強くあり、その依存がある限り政治上においても中国への配慮というものを決して欠かすことができない国です。ですからトランプ大統領としてはいわゆる地域的な大国であるロシアやインド、オーストラリア、ブラジルとともに一体どこの国につくのかよくわからない韓国に対してはっきりと態度を示すように求めるためにおそらくは呼びつけたのだと私は考えています。そういった状況下で韓国が日本に非常に苛烈な言葉を使って批判を始めたその理由というのは何といっても国内情勢が乱れているからでしょう。ここ最近韓国はそれこそ北朝鮮から同じように罵倒されていました。北朝鮮の最高指導者キム・ジョンウンの妹キム・ヨジョン氏にムン・ジェイン大統領はずっと罵倒されてきました。それによって一体何が明らかになったかといえば、それはムン・ジェイン大統領の北朝鮮外交が失敗しているということを国民に知らせるものとなりました。ですから韓国国内においてムン・ジェイン大統領の支持率は低下傾向にあります。これまでムン・ジェイン大統領はことさらに北朝鮮との統合などを夢物語を語ってきました。その前提となるのが北朝鮮との関係が良好であるということだったのです。しかし現在においてはそれがまさに夢物語で、北朝鮮から罵倒されている大統領の姿を見れば国民は外交は完全に失敗しているんだなということを強く意識するようになりました。そのような状況下において日本があたかも邪魔しているんだよというニュースが流れ、それをもっと大きく焚きつけるようなことになれば、それこそ国民の関心事はより反日方向に向かうことになります。この政治的な動きとして反日的な行動を取るというのは韓国の一つの決まりパターンです。国内において問題が起こった。その問題を少しでも外側に目を向けるためには、何といっても日本というのは罵倒しやすい国なのです。なるしろ日本は反撃として何かをするかといえばほとんどの場合何もしません。例えば抗議するにしてもその抗議は非常に弱いものです。口だけでも抗議すればいいのですが、その時には遺憾ですといったような言葉だけで済むのであれば、実質的には何もダメージはありません。ですから韓国にしてみれば、今ちょっと困ったなとなれば、いつでも殴りかかる相手として日本がいる。こういった状況が現実なのです。私自身は今回の G7 サミットにおいて韓国が参加すること、それ自体には別に大した意味がないのですから参加すればいいと思っています。むしろ問題なのはロシアが参加することについてです。もちろん対中国戦略上においてもしもロシアが中立化できるのであれば、それは G7 サミットに呼ぶ意味はあるでしょう。しかしロシアはそのような簡単な国ではないことは皆さんもご存知の通りです。そういった意味において G7 サミットで日本が現在の形にこだわるというのは一つの選択肢でしょう。ただしロシアの件について反対したとしても、私はゲスト扱いで良いからトランプ大統領の求めているインドやオーストラリア、ブラジルなどについてはこのまま参加を呼びかけるべきだと思います。特に私が注目しているインドについて言えば絶対に呼ぶべきでしょう。それはなぜかといえば、まず第一に経済的な面においてもインド経済というものを自由主義経済の中に組み込むということが非常に重要です。もしもインドが中国との結びつきをこれ以上深めるようであれば、それは中国経済を支えるものとなり、米中冷戦構造をさらに長引かせ、そして中国が有利になってしまう条件だからです。また政治的な面にいても、インドがどちらの陣営により近い立場を取るかというのは非常に重要です。現在は中印国境において両軍が睨み合っている場面がありますが、このような状況においてアメリカや日本がインドをしっかりと味方に組み入れていくというのが今後の展開においても非常に重要なのです。韓国は G7 サミットに参加することについて日本が妨害しているということを非難しているわけですが、実際問題韓国がヒステリーを起こしていたとしてもその批判というのが当たっているとはとても思いません。
参加したければ参加すればいいのです。その場面においてトランプ大統領の求めるものにしっかりと応えるかどうかというのがむしろ重要なのです。そしてトランプ大統領が韓国に求めるものというのは中国との縁を切ることを求めるようなそういった内容になるでしょう。例えばファーウェイに対する半導体の供給について韓国企業がするなという話であったり、もしくは韓国企業が中国に工場を持っている、もしくは今後の追加投資などについてなるべくやめるように求める、そういったことがあるかもしれません。その場合にはそれこそムン・ジェイン大統領が今後どうするのかという非常に岐路に立つことになり、喜び勇んで G7 サミットに乗り込んでいったとしても、どのように返答するか頭を抱えるような場面が訪れるのは間違いないでしょう。皆様このニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。